おはようございます。今日は、クロッキーを皆さんにお見せしようと思います。使うのは鉛筆状のコンテと棒状のコンテを使用します。時間は20分いたします。よろしくお願いします。それでは少し解説を交えて、進めていこうと思います。模造紙みたいな紙をですねちょっと大きめに、用意しておきました。で私なりのクロッキーですけども、早書きというかですね約10分20分とかでやるんですが、コンテとか、棒状のコンテ鉛筆状のコンテなどを使いますが、まず全身をなるべく入れるようにして、います。で大体の画面の中で一番右一番左一番上一番下みたいなのをだいたい目で測る訓練をするというかですね。でそれで薄くですね、まず私はなんとなくこの辺りかなこの辺りかなということを書いていきます。おそらくそれぞれにクロッキーの目的というのがあって、形を取るためとか、本画を描くためのなんていうかイメージを膨らますためであるとか、人体の構造を捉えるであるとか、いろいろ目的があると思うんですけれども、私はちょっと作品に、近いような形で、単に輪郭線をなぞるというだけじゃなくて、ちょっと調子をつけてみたりとかいうことをします。でなんとなく上はこの辺りかなというのが今決まってきた段階ですね。であとは手とか足の先とか、それが画面の中でどの辺りに来るかなというのを大きく画面全体を見ながら、体全体を使いながらですね、見ながら描いていっております。でだいたいパイプ椅子だったらパイプ椅子がこの辺りまで来る、画面の一番下まで来ましたよね、という感じでですね、決めていきます。で顎の辺り頭の上とかっていうのは顔の中でもまたポイントになってきて、そこを描いた後に鼻目あたりを薄く私は描いておきます。ちょっとですね、コンテのこれは 2B とあとは H を使用している、後の方で H を少し使っていますけども、で、少し薄めに、ちょんちょんちょんと画面の中で点が広がっていて線になっていくような感じ。そしてある程度決まってからグググググと強い線で描いて、それで線の中でも前後関係を、手前はぐっと強くとかですね、奥は少し弱く描くとかということをしていきます。目の位置がこの辺りかな、手の位置はこの辺りかなということで、ちょっとずつ決まってまいりました。はじめはこの鉛筆状のコンテを使ったり、それぞれですけどね、棒状のを使う、今これ棒状のを使ってますね少し面を同時に塗り出していってます。面を塗りながら形も取りながらということを今鼻を描いて、でなかなか全身を入れるって難しいんですよ。でクロッキーやるときに本当に全身を入れなさいってよく学生とかに言うんですけども、なんでかというと本当に自分で、好きなところだけ描くっていうのは案外簡単やったりします。でも画面の中で全身をパッと入れるというのはある一つの訓練になりますし、その画面に対してどれぐらいの顔の大きさであるとか、そこに、体がどれぐらいで入ってくるかなっていうのを目で測る訓練というのもクロッキーの一つです。だから現場で例えばスケッチなどする際とかっていうのに、例えばなんかデスケールであるとか測り棒であるとかっていうのを使わずに、目で画面の中にどういうふうに入れるかなという訓練のためにこういうクロッキーっていうのは重宝しますというかですね、で手をぐーっと前に出していく作業、そして今これは棒状のコンテを使ってますね。少し豊かな線が引けたり面も塗れたりとかっていうことで、どちらかというと大きい面を塗ったりとか、抑揚のある線を描けたりしますよね。キューッと鉛筆で、同じ筆圧でなぞっていくんじゃなくて、柔らかい線、強い線、手前にある強いところとか弱いところとか、黒いたまりとかで、そういったことをやっていくと、例えば普通の絵とかを描くときも淡々として、た絵じゃなくて少しずつ抑揚をつけたりすることができますので、水彩なんかとかでもただなんか写真を見ながら色写しじゃなくて、ここにグッと強い色を置いてみようかなとかですね、強い線を置いてみようかなとか、そういったことができるようになってくるわけですね。全て連動して考えてあげると、今面で塗り出しましたね。面で塗っていくという作業を少ししています。軽めにですけどね。で20分を10分10秒に動画をまとめました。体育の日に公開しておりますが、7月23日、今年は体育の日ですが、例年は10月10日だったような記憶がありますので、なんとか10分10秒に抑えるというですね、
ひねくれ根性丸出しの動画でございます。そしてちょっとこう調子色をつけて左側からの光というのを意識しながら、やはりですね光はどっちの方向から来ているかなとかっていうのを、そしてティッシュでこすってあげてます。この模造紙みたいなツルツルした紙なのですごくこう滑りがいいです。だからこういったクロッキーみたいなのとかには結構で、私の場合はこうやって消しゴムを使います。おお、消すのかい。線を消すというよりこう白い色で、描いていくという感覚で、私はやります。だからクロッキーっていうのもすごく自由ですので、何かこうじゃないといけないとか案外ありますけど、私みたいにこう縫って面を作ったり奥行き強弱を出したりとかですね、そういったこともやってもいいと思います。そのあたりは皆さんの目的のために、私はこう絵画にするという目的のためにこういう練習とかっていうのを結構してきました。昔はやっぱり初めの高校生とかの時は形を取るためにたくさん線だけで描いていました。でもそれに飽きてきたんですね。結局飽きてきたらちょっとこれでと思った時に、私はですね若い頃安井宗太郎とかですね松岡久志といった人のデッサンが好きで、古いでしょ、その人のこう即帰的に描いたようなデッサン、こう本当に受験で描くようなデッサンよりちょっと柔らかめのデッサンってあるんですよ。でその辺のこうボーダレスな感じっていうのをクロッキーで表現できないかなっていうので、ちょっと塗りとか面とかですね、線の抑揚であるとかっていうのをつけるようにしていきました。とにかくこうじゃなきゃいけないじゃなく、目的が自分の今必要な目的が何なのかということを理解しながら、そして、ティッシュでこすってみたりとかですね。で、足がどの辺まで入るかっていうことは大体想像しながらですね、画面全体を見ながら体を動かしながら画面全体とモデルさんを全体を見ながら描いていくということをしていきますですね。ぐっと強い線、長い線とかも引けますよね。こういうのもやっぱ訓練です。やっぱりちまちまっとするんじゃなくて、体全体を使ってぐっと線を引く、強い筆圧の強いぐっと黒を乗せてみるであるとかっていう感じで進めていきます。これはちょっとこう固めのコンテ鉛筆 H 系のやつかなと思いますので、こういう風にちょっとこう線とかでデッサンみたいになってきましたね。だからその辺はボーダーレスにやっていってます。その辺は自由でいいんじゃないかなと僕は思っているんですが、まあ否定的な方もおられるとは思うんですが、自分のためにやるわけですからね。人のためにクロッキーやるっていう人いますかね。自分が何かのために多分クロッキーってやると思うんですね。そしてちょっと密度を最終的にちょっと上げていっています。黒いたまりの部分と力の抜いている部分みたいなのの抑揚がついてきたのが分かりますか。この辺りは大事や。この辺りはまあラフに描いてみようかなと、スーッと描いてみて奥行きをグッと出してみたり、手前にグッと出してみたりとかっていう、違いが出てきたことが分かりますでしょうか。そして黒いたまりをグッと置くことによって画面を構成しているというところも、見て取れるんではないでしょうか。で手とかもどういう形をしているかなという感じとかですね。時間がやっぱりこう経ってくるとモデルさんも少し力が抜けてくるというかリラックスしたポーズになってきたりしますので、そういったところまで表せたりするといいんですけども、20分間で結構こうモデルさんしてるのも大変だったりしますのでね。でちょっと消しゴムで、白いところを描いたりとか、大きく作りながら細かい部分も描いたりとかですね、画面全体を見ながらですね、ここにこういうのが必要かな、ああいうのが必要かなっていうことも考えながら私は描いていっております。だからそれぞれの人がそれぞれのクロッキーの形というのを見つけ出すことが一番大事なんじゃないかなと思います。私は今形を取ることにちょっとこう注力しようというならば、輪郭線をいっぱい引きながらですね、何枚も描いていけばその線というのが少しこうですね的確になってくるとか、少しなんか大胆さが足らないわと思ったら思いっきり黒をゴンと乗せてみるようなクロッキーがあってもいいですし、前後関係を出すのが苦手だからっていうのだったら前後関係を意図的にすごく強く出すような感じがあってもいいかもしれませんしね。こういった感じで、約20分間、進めていきました。以上です。以上のように、出来上がりました。私のクロッキーでございました。終わります。
チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。